よう参られたハイラルの姫巫女、そしてマスターソードの主リンクよ。主の剣万全に回復しておる。再びその手に収めるがよい。ありがとうございます、デクノキ様。礼には及ばぬ。わしは何もしておらぬよ。傷を負っても自ら回復を果たす剣。たとえどんなに深い傷でも時をかければ必ず。それだけではない。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。さすがは女神が作り保うたと歌われる伝説の剣よ。より強くなれる剣。マスターソード。あれはそれが大魔の剣。我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。ゼルダ、大魔の剣を持つ者、リンク、ラウルの言う希望、この程度か。どうして私たちの名を。
まあ大変。ここは。驚かせてしまったようね。ごめんなさい。私はソニアと申します。そなた、名は何と？私はハイラル国王ロームが娘ゼルダ。これは異なことを。ハイラルは我らが起こした国。私以外に王はおらぬはずだが。お二人が起こした。あなたが王？うん。我が名はラウル。この国の王だ。ラウル王とソニア王妃。まさか。やはり私が知っている景色ではありません。神話としてしか語られていない遥か昔、本当にハイラル建国の時代なのですね。我らも驚いているよ、ゼルダ殿。だがソニアと同じ時を司る秘跡の持ち主なら信じるに値する。あら、秘跡なんてなくても私はすぐに信じたわよ、ラウル。彼女からは私の力とあなたの光の力、何より同じ血の縁を感じるもの。うん、確かに。それでゼルダ殿、先ほど一刻も早く元の時代に戻らなければいけないと言っておられたが。はい、私の時代では大変なことが起こっていて、早く戻らねばならないのに、その術がここにどうやって来たのかさえ何もわからなくて。ねえゼルダさん、とにかく一度落ち着かなきゃ。私たちのお城においでなさい。いえ、それは。みんなには私の遠い縁者として紹介するわ。嘘ってわけじゃないしね。着替えも用意しましょう。ゆっくりと考えれば知恵も浮かぶわ。ありがとうございます。そうだ、ミネルなら時を超える術を心得ておるやもしれぬ。ミネルさん？ああ、誰よりもゾナウの英知を知り尽くし、我らと同じ秘跡を携えし者、私の姉だ。一通り見せてもらいましたが、確かにこの時代の技術ではありませんね。でもワープという機能はここでも使えるようにできるかもしれない。少しいじってみたいのだけれど、お借りしていいかしら。はい、ミネル様、何かのお役に立つのなら。ではお借りするわ。私が未来から来たこと信じていただけますか？初めから疑ってなどいません。ゼルダ殿が元の時代に戻る方法はわかるか？
姉上。あなたが時を超えてきたのは秘跡の力によるものでしょう。そもそも秘跡とは持ち主の力を倍化する秘宝です。私であれば肉体から抜け出す魂の力、ラウルであれば魔を滅する光の力、ソニアは時を司る力。あなたからは光と時、二つの力を感じるわね。倍化されているのは時の力のようだけど。時の力。しかし秘跡はあくまで力を倍化するだけ。実際にそれを制御し行使するのはあなた自身だから、あなたが帰り方をわからないというなら、秘跡にまつわる伝承に龍化の法と呼ばれる禁じられた術があります。秘跡を飲んだ者は調整不能の龍となり、永劫の時を手に入れる。なるほど。ある意味で時を超える術か。これが何かの手がかりになるのではということだな。ええ。しかし伝承には続きがあります。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。禁じられた術と伝わるゆえんです。時の超越という一点においては糸口になると思ったのですが、永久に自我を失ってしまうのでは本末転倒ですね。ごめんなさい、お役に立てなくて。振り出しか。とはいえゼルダ殿が力への理解を深めれば新しい発見があるやもしれぬ。使い方をソニアに習ってみるのはどうかな。はい。ハイラル王国を我が手に。モルドラジークの群れが接近中。総数不明。ものすごい数です。モルドラジークがあんなに。一体どうして。モルドラジークが一瞬で。今のは一体。力押しではダメか。
あれがゾナウの秘跡。面白い。度重なる将兵に治産いたしましたること、我らゲルド一族心よりお詫び申し上げる次第にございます。願わくば我らをバッカの端にお加えくださいますようお願い申し上げます。首相なりガノンドロフ、そなたらがハイラル王国に帰順することを認めよう。ゲルド一族で100年に1人しか生まれぬと言われる男子、生まれながらの王と呼ばれるマスラ王を我がハイラルに迎え入れられるは誠に頼もしき試技である。光栄にございます。ゾナウ族がその昔天から降臨された姿はまさに神のようであったとか。その末裔であらせられる陛下が今はハイラルの一族の娘をめとり、部族を超えて世を治めておられる諸生たるや。お見事。しかしかくも高潔なゾナウ族があとは陛下と姉君を残して滅びゆくのみとは誠に残念でございますな。たとえ私が滅びようとこの安寧崩させはせぬ。我らの国はこれから長く続く。こたびはご苦労であった。期待しておるぞガノンドロフ。下がるがよい。はは。ラウル様、私はあの者の奥底に黒き野心を感じます。それにあの嫌な予感が。奴の邪悪な本性は見えている。しかしなればこそ我が内に入れて目を光らせておきたいのだ。案ずることはない。はい。大丈夫？上の空だったけれど。すみません。どうすれば元の時代に帰れるか考えていました。ソニア様のように時の力を使いこなせるようになれば一歩前進すると思うのですが。そうね。コツはそのものの記憶を引き出してあげるイメージかしら。自分がどこにどんな風にあったか思い出して元の場所に戻ってもらうような。ものの記憶。大丈夫。あなたならすぐ使いこなして帰る方法も見つかるわよ。でもゼルダ、悩み事はそれだけではないのでしょ。早く帰る方法を見つけたい。でもこの時代のためにできることも考えたい。どう？どうしてソニアに隠し事をするのは難しいからな。気にかけてくれてありがとう、ゼルダ。でも自分の時代を大切にしていいのよ。
あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。それは元の時代を守るために使わなくては。ソニア様。無事に帰ってリンクさんも安心させてあげないとね。リンク？初めて聞く名前だね。私のいた時代でハイラル王国と私を救ってくれた勇者です。元は私の護衛をしてくれていたこの絵の騎士だったのですが、おお、勇者か。常に鍛錬を欠かさず、どんな絶望的な状況にも立ち向かう。そう、とても強い、心の強い人なんです。強い信頼を寄せているのだね。ゼルダがそこまで言う彼に、私も一度会ってみたいものだよ。そうね。私もお会いしてみたいわ。きっと凛々しい騎士なのでしょうね。だってゼルダがここまで言うのですから。さあゼルダ、ここなら誰も来ないわ。折り入っての相談というのは何なのですか？なんてバカな人。あら、人を騙してこんなことをする人にそんな風に言われるのは心外だわ。ガノンドロフの操り人形さん。私たちが何も気づいていないと思っていたの？ついに我が物としたぞ。みなぎってくる。
ソニア。遅かったな、ラウ。我は手に入れたぞ。貴様らが高みから見下し、当たり前のように独占していた神のごときこの力。その女はお前の傲慢ゆえの犠牲だ。我を御せると思うた己の不明を食い行くがいい。ラウン、頼んだろ。今はソニア様を。力におごり、この地を支配するハイラル王国と、それに組みする者どもを一匹残らず根絶やしにするのだ。ラウル殿、先ほど伝令がゲルド砂漠でも最後の村が攻め落とされたと。これ以上魔王軍の侵攻を防ぐことはできません。分かっている。元凶である魔王は私が止める。ラウル、もはや魔王はそなた一人で止められるものではありません。しかしそなたは一人ではない。ゲルド、ゴロン、ゾーラ、リトの族長にゼルダ、そしてもちろん私もここにいる。皆に見せたいものがある。ゾナウの遺跡。皆の力を私に貸してくれ。
るし、我ら今ここに光の王を支える魔王討伐を果たすと誓おう。ソニア。ゼルダか。ラウル様、明日の魔王との決戦の前にお伝えしておきたいことがあります。私がこの時代に来たきっかけは地下で眠っていた男でした。それで？奇跡により変貌したガノンドロフの姿を見た時、私は確信しました。地下で目覚めたのは彼だと。あの男はついえなかった。私のいた時代まで生き延びていたのです。明日の戦い、残る全軍による決戦で魔王ガノンドルフを倒すことはできません。そしてラウル様、それでも私はやらねばならぬ。あれは我がおごりにより生まれた。その過ちは償わねばならぬ。そして何よりも私はハイラルの王だ。王は民を、国を守り育むのが務め。たとえこの命を賭してもな。ラウル様、もしもあの男を倒すことが叶わぬ時は、君の言っていた大魔の剣を持つ剣士リンク殿に全てを託そう。しかしそれは君がこの世界に現れなかった未来。今はここにいてくれる。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私が来た意味。遥かな過去、神の末裔ゾナウ族は大いなる英知とともに天より地上へと降臨しました。神の遺産、持つ者の力を倍化させる秘宝、秘跡を携えて、私の弟ラウルはゾナウの術をもって民を導き、そこで出会った地上の娘ソニアと結ばれました。ラウルはソニアに一つの秘跡を送り、そして二人は大地に国を起こしました。ラウルが王、ソニアが王妃となった王国の名はハイラル。二人は多くの民と共に繁栄の礎を築いていったのです。しかし突如悲劇が訪れました。砂漠より現れた邪悪なる者、ゲルドの頭目ガノンドロフがソニアの命を奪い、彼女の秘跡を手に入れたのです。ガノンドロフは
秘跡の力で人から魔王へと変貌を遂げ、あまたの魔物を生み出し世界を襲いました。ハイラル王国は襲い来る魔物たちと懸命に戦いましたが、邪悪な力に押され窮地に立たされていったのです。ラウルはその状況を打開すべく一つの策を講じました。力ある戦士たちに秘跡を託し、賢者となった彼らと魔王ガノンドロフを倒そうとしたのです。数で勝るラウルたちは魔王を打ち果たせるはずでした。しかし魔王の力は想像をはるかに超えて膨れ上がっていました。私はその猛攻の前に倒れ、もはや我らに勝機はありませんでした。そしてラウルは最後の手段を決意したのです。その慢心が命取りぞ、ガノンドロフ。侮るな。もとより引く道など持たぬ覚悟。ラウル様我にとっては万年も瞬きと同じ、何も変わらぬ。いや、悠久の先、貴様を討つ者が必ず現れる。大魔の剣を持つ剣士リンク、この名を忘れるな。リンク、面白い。楽しみにしておくぞ。どうにか封印はできたけれど、リンク、このままではあなたでも勝てない。
うしてマスターソードが。リンクは無事なのですね。あなたは復活するために時を超えて私のもとへ。ゼルダ、私は君がこの世界に来たことに意味があると思っているよ。私にできることがある。いいえ、これは私にしかできないこと。あの男を倒せる。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。もう人に戻れない。リンク、私を探して。ではその剣もあなたと同じように時を超えてきたと。はい、元いた時代で私は見たのです。このマスターソードが砕けながらも魔王に傷を負わせたところを。我らの力がまるで通じなかったあの魔王に。しかしその剣で何をしようというのです。マスターソードは聖なる力を満たし続けることでより強靭な剣として再生します。確かに再生と強化が可能なのであれば魔王に対する切り札になり得るかもしれない。しかし魔王に対抗できるほどの力を持たせるには長い長い時間が必要でしょう。それほど途方もない間聖なる力で満たし続けるなど一体どうやって。方法はあります。まさか。はい、あの術で私が。言ったはずです。あれは禁断の術、人を捨てるということだと。それをあなたは。ミネル様。もう人には戻れないのですよ。剣を手にした時確信したのです。私はこのために時を超えてきたのだと。私はマスターソードを復活させリンクに届けたい。わかりました。決意は固いようですね。こたびのことは我らゾナウのおごりが招いたも同然。私も残された命のすべてをあなたの言う勇者リンク殿にかけ最善を尽くしましょう。我が肉体が滅びようとも魂の続く限り。そ
れが大魔の剣、我が正気で砕ける刃では役に立たぬ。聖なる力を浴び、その力が強大であればあるほど剣の力もまた強くなるのだ。あなたは時の力だけでなく、強く神聖な浜の力も秘めている。奇跡を飲んだ者は調整不能の竜となり、永劫の時を手に入れる。ミネル様、よろしくお願いします。リンク、マスターソードは必ず復活させます。あなたに届くその日まで、私が聖なる力で抱き続け、必ず魔王を打ち倒せる剣に。竜へと姿を変えた者の心は永劫に戻らない。だからリンク、リンク、あなたの剣マスターソードは魔王を滅する唯一の力。一度は魔王に敗れたけれど、長い眠りがこの深い傷を癒し、今度こそ魔王に打ち勝てるように。必ず新たな力を吹き込んでみせる。あなたは最後の希望。どうかこの
剣が未来のあなたに届きますように。